こんにちは。今日の動画なんですけども、前回ですね、ホクチを探すということで、ファイアスチールの火花を受け止めるものを探したんですけども、それではあまり持続をしないので、今回それを持続させる目的ということで、ファットウッドの採取に行きました。で、ファットウッドの採取にあたりまして、立ち枯れの松を探すということで、どのホームページ結構書いてるんですよ。なんですけども、立ち枯れの松ってね、結構あるんですよ、松林には。松林を見つければ。ただ上の方の枝を切らなければいけなかったり、結構ね苦労して切った割には入ってなかったりするんで、普段僕が探している方法をね紹介しようと思いますので、ぜひ参考になれば、いいねお願いいたします。あくまで参考程度に見てください。ファットウッドを探すにあたって必要なものなんですけども、ナイフや斧やと思うかもしれないんですが、もう切る、僕はノコギリだけ、これだけですね、これだけで探してます。で、結構こういう森の中ですね、倒れている松、切り倒している松が点々とある場所なんですが、そこをプラプラ歩きながら倒れている松を狙おうかなと思っています。こういうのですね、これが多分松ですね。なんだろう、この結構、もう倒れて年月が経っている松なんですけども、まだまだ流木みたいに芯が残ってたりする部分があるんですね。で、こちらのはもう確実に虫が食って腐ってるんで、入ってないのは分かるんですけども、多分この木ですね、入っている可能性が高いので、切っていこうかなと思います。で、狙う部分なんですが、こういう枝の部分ですね、枝の根元、そこを狙って切っていきます。今回はナイフも持ってきたので、これが松ヤニといいますか、ファットウッドの音ですね。叩いて大体分かります。入ってる部分と入ってない部分で、こっちに多分もう腐ってるだけの松があるんで、こういう中に響かない音ですね。で、この松も、結構ここの部分には入ってると思います。これを切っていきますね。よいしょ。そうですね、いっぱい入ってますね。これがファットウッドですね。なんで、ある程度、立ち枯れの松だったら上の方の枝を切るの大変なんで、倒れたこういうのを狙っていこうがいいですね。こういう硬い音叩いてするのが、松ヤニが入ってる木ですね。では他の木も一旦ここに置いて探しに行こうと思います。結構ね倒れてる木はあるんですけども、もう見たらすぐ分かりますね。こういうもう虫が食って腐ってるのは絶対ないです。なんで立ち枯れというよりかは倒れて腐ってない木、倒れて硬そうな木、木というか松ですねを狙って、採取をしていきます。これもですね多分入ってるでしょうね。一旦中を切って確認しますね。入ってることは入ってるんですが、結構ね色の濃淡があって真ん中の方にまだ集まってないんでしょうかね。ここにもね松倒れてるのがありますが、もうこれはもう見るからに朽ち果てて腐ってるんで入ってないですね。大きいのがどうせなら欲しいんで、大きい木、太い木を狙って探します。ありましたね。結構大きな木が倒れてる。あまり枝がついてないですね。これもねちっちゃいところに多分入ってるんで、朽ち果ててないんですけど、硬い音しますね。こっちも中に響くような、入ってるんですけどね。危な。これも、音が入ってる音がするんで切っていこうと思います。この松もですね、ここに硬そうな部分があるんで、もうこっちは明らかに柔らかくてザクザク刺さるんで入ってないですね。この辺りですね。
もうナイフでちょっと削っただけでも色が違うんが分かりますよね。はい、いっぱい入ってます、ファットウッドでは。これを切っていきますね。はい、すごい入ってますね。これほら、こっちもこっちもすごい入ってますね。でもファットウッドもう匂い嗅いだら明らかに松の匂いがすごいんですぐ分かるんですけども、まあ、試しにちょっと火をつけてみますか。もうこのすすがですね、すごいですね。このすす、ほら、それだけ油分が多いっていうことですね、この松ヤニの入ったやつは。これも結構大きい松がですね、ぶっ倒れて、だいぶ年月が経ってるんですけども、この枝がやっぱりいろんなところに残ってるので、多分この枝の中はですね、まだ虫にも食われてないので、まあ、全てのところに、ファットウッドが入ってると思われますね。なんかスカスカの音がしますよね。この中にも入ってますよね。このすごい締まった木の音がするところがもうファットウッド入ってる部分なんで、見つけるべくは倒れた木です。倒れた木のもう腐ってない流木みたいにカチカチになってるところを切ればまず間違いなく入ってます。まあ、倒れた木という倒れた松ですね。もうこれ全部切ってみましょうか。まずこちらから切っていきますね。ほら、いっぱい入ってますよね。切り口にもすごい松ヤニが入ってます。切り口もすごい入っているんで、もう一箇所こちらの方を切ります。ここ使える量は十分入ってます。これでもね、まあ 100g もないな。ファットウッドなんですけども、初めはちょっとコツつかむまでに大変かもしれないんですが、一旦見つけてしまえばもうどういうものか分かってしまうんで、結構簡単に見つかりますね。わざわざインターネットとかで売ってますけど、まあ、手に入らない地域の方は買うしかないんですが、山に木があって松が生えてるのが見えればほぼ確実に 100% あります。まあキャンプ山に行った時の暇つぶし程度に探してるんですが、そこにも枯れた松があります。だいぶ硬そうな部分が多いので、そうですね、これも各枝に全て入っていると思って間違いないでしょう。もう少しめくっただけで色が全然違いますよね。これも硬い締まった音がするんで入ってますね。なんで、立ち枯れの松より枯れて虫が食うところだけ朽ち果てて残ってるところを探す方がほぼ確実に探すことができます。とりあえず今日はこの程度にして、あとは最初に切ったこいつを持って帰ります。もうこれだけのファットウッドを集めることができました。先ほど取ってきましたですね、ファットウッド、4つなんですけども、このままだったらやっぱり汚いんで、表面のですねファットウッドではない部分、普通の木の部分のですね皮を剥いて、きれいにして、まあ、持ち歩けるようにしていこうかなと今から思います。斧でもうパンパンとやってしまいますね。ひたすら斧で表面を削ぎ落とすっていうだけなんですけども、まあ表面ですね、本当に皮一枚薄いところからもうファットウッドがあるので、もう表面をですね軽くもうこうやって削いでやればファットウッドの部分が露出するんですよね。でまあこのままカバンとかポーチに入れても、まあ、汚れがひどいので落とすっていう感じなんで、表面を軽くねやってきれいにしておしまいですね。こんな感じですね。はい、ちょっとめんどくさくなっちゃったんで、もうこれ捨てちゃおう。というわけでこの3つですね、今回
採取をしてきて、皮を剥きました。皮むきというか、表面をきれいに削ぎ落としました。削り落としたカスですね、火をつけてみようかなと思います。一つ前の動画に上げてますホクチですね、こちら乾きましたので、これに火をつけてこちらに移そうかなと。結構ね、ファットウッド、この大きな塊でもそのまま火ついてしまったら長い間ろうそくのようについてるんで、火つくかな、ついてますね。これだけでも、こんな太い木でももう油が溶け出してしまったらもうずっと火がついてるんで、ファットウッド、すすが出ることが難点なんですけど、それを除けば、十分使える天然の着火剤ですね。以上、ファットウッドを採取しに行く動画でした。一番に探すものはやっぱり松林ですね。その次が、立ち枯れではなく、倒れている松、あとは叩いて音、中が詰まっている硬い音がすればもうファットウッドの可能性が高いので切ってください。そしたらもうファットウッドすぐ集めれますんで、以上、ファットウッドを採取する動画でした。ご視聴ありがとうございました。松明のように燃えてますね。もう中に染み込んだ樹脂かな、油が表面に来てろうそくのように燃えてます。